今回の産業まとめ。秘書官に大抜擢の25歳女性。徹底批判サイト登場。疑われる制作者。韓国では若干25歳の女性であるパク・ソンミンが青年秘書官となったことが大きな話題となりました。大統領府は青年の立場から青年の難しさをよりよく理解し、青年と疎通して青年のための政策を作成し調整していく青年秘書官になると期待しますとコメントを出しています。しかし就職活動経験もない学生で、ゴールデンパラシュートによって一級公務員になった人に学生の苦労がわかるのかと批判が湧き起こりました。そうした声を代弁した剥奪感 .com というサイトが6月25日に自称コリョ大学生によって作成され、話題となっています。制作者は、共に民主党最高委員を青年秘書官に任命した大統領府とそれを擁護する与党を批判するとし、辞任要求をしています。サイトによると、5級公務員試験のために行政試験を準備する友人、ロースクールを準備する友人など将来のために数えきれないほど努力する友人がいる。反面パク・ソンミンは大統領府の見せる式青年要人で、特別な履歴がなくとも一級公務員に準ずる秘書官職に任命されたと批判しています。ネットでは多くの共感の声が寄せられています。しかしながら、本当にコリョ大学生なのか？サイトの背後に野党人事や報道機関が隠れている。サイト名がダサいことから大学生ではないようだ、などの疑惑も浮上しました。これに対して新たにページを設け、様々な証拠を提示して反論しています。編集書簡。今回の概要。小説で知った男女間の葛藤。秘書官抜擢はどれだけすごいのか。批判を打ち破れるか。朝鮮日報が制作者にインタビューをした特集記事を書いていて、そこでこのサイトの存在を初めて知りました。6月26日のニュース、見てなかったのか見逃したのか、メディアでは大々的に報じられていたようですけどね。なぜすぐメディアに露出できたのかと疑われていましたが、前日に各メディアにリリースを送信していたからのようですね。うさんくさいと数々の疑惑が降りかかっていましたが、それは反論ページによって払拭されたものと私は考えています。プロのアンチマーケターによる反対活動ということではないようです。いや、実際はどうかわかりませんけどね。そういうことにしておきます。ほら、疑い出したらキリがなくて前に進まないので。韓国では大学トップ3をスカイと呼んでいて、これはソウル大学、コリョ大学、ヨンセ大学の頭文字を取ったものです。まあ、就職には特に有利な人たちですが、それでもこのご時世なので大変苦労しているようですね。私はつい先日チョナムジュという人が書いた、82年生まれ、キム・ジヨンという本を読みました。これについてはいつか詳しく触れたいと思いますが、韓国の女性が韓国社会で非常に理不尽な立場に追いやられていたことを知りました。もちろんこれは小説ですので誇張はあるかもしれませんが、女性の韓国社会への不満を結集したものだと思います。それははっきり言って日本の比ではないと思います。そういう経緯があって、過激なフェミニズムや男女間の不信が今もあるようです。私は本の主人公と同年代ということになりますけど、こんなにあからさまじゃなかったな。日本は、もっと昔はいろいろあったかもですが、私が生きてきた中で特に印象が残っているのは、2つ目の会社に入った時に女性だけ制服というものが用意されていたことかな。私は着なかったけど。私の話はいいや。まあ、韓国の男女間の葛藤について知りたい方にはおすすめです。あ、図書館ですぐに借りられました。韓国では大学受験が人生のハイライトなんて言われているのをよく耳にすると思いますが、就職活動は次のハイライトといったところ。小説では時代もあって、特に女性というのもあってとてつもない苦労が描かれていましたね。まあ2004年とかなので今は多少変わったと思いますが。ただ、ここ数年はいわゆる大学新卒の就職難が韓国では課題となっていて、男女問わず大変なようですね。また、平等になってきただの言われていますが、女性の方が就職しにくい状態はまだ続いていると思います。社会はそんなすぐには変わらない。ムンジェイン政府は、若い女性でも実力があれば要職に就ける。というのをアピールしたかったのでしょうが、在学中の学生が秘書官というのもね。これ、いろいろな比較がなされていますが、
広域市の副市長とか、道の副知事、高等裁判所の部長判事、軍で言うと中将にあたるらしいですね。韓国にも公務員試験制度というのがありまして、公募試験の最高クラスは5級ということです。試験の準備に3年はかかるとか言われています。ここから30年間必死に働いてもなれるかなれないかわからないのが1級というくらいで、2級か3級まででとどまることが多いそうです。それをゴールデンパラシュートなんてネットでは言ってますけど、ポンと政治活動しかしてない大学生に与えたわけです。それを、剥奪感、という言葉で表したということですね。なるほどね。まあ、ひがみっていうのもあるんだろうけど。結局特権階級を一人作って多大な不公平感が生まれただけ、ということになりましたね。これぞ韓国でいう展示行政というものですか。青年秘書官にどういう人が適しているのか私にはわかりませんが、残り少ない任期で成果を上げるしかないでしょうね。野党国民の力の若い党首、名前忘れたし調べないけど、あの人は実力で勝ち取りましたからね。一応、それとは対照的ですね。また、この女性が結構過激気味なフェミニストであったことも男性側からの不満が高まった原因でもあると思います。いや、もうこれは目覚ましい仕事で見返すしかないでしょう。韓国の若者のために頑張ってください。あ、女性のためだけかも。あ、これは前にも出てきた人だね。やっぱり批判されてるんだ。まあ、当初から批判はすごかったけどね。女性だからっていうのも要素としてはある程度を占めていると思う。あ、そうなの？男性だったらここまでならなかった？またちょっと違ったと思うね。それにこの人がちょっと偏ったフェミニストなんだよ。それがまた問題だと思う。韓国ってそんなに男女の仲悪いの？長年女性が社会的に不利な立場にあったことはまあどの国も同じなんだけど、韓国は文化的にそれが極端だったようなんだよね。え？それっていつ頃の話？何がいつ頃かまではほら、その時代を韓国で過ごしたわけじゃないからわかんないけど。そりゃそうだよね。あれ？でも韓国は男女平等が進んでるんじゃなかったっけ？それ何情報？男女平等ランキングで日本より上なんでしょ？ああ、ちょっとだけね。大して変わらないんだよ。あとはそれよりも社会に根付いてる相互嫌悪が半端じゃないね。ああ、あのフェミニズムとかってこと？まあ、でもフェミニズムは不平等社会への反動だからそれ自体が問題というわけではないんだよね。所詮男女は違うから、それを認めつつというのが落としどころなんだけど、弱者の横暴的なところがまた反感を買うよね。それって、この前の女性が倒れてたら男性が助けるべきだ的な？ああ、あれは実際には男性2人と女性1人が助けたらしいよ。監視カメラで分かったんだって。あれってそうなの？だからそういうデタラメが生まれる原因も相互の嫌悪からなんだと思うんだよね。なんだかややこしいね。どうせなら仲良くすればいいのにね。そうなんだけど、これがもうかなり複雑みたいなんだよね。まだまだ時間がかかるんだと思う。日本も色々あるよね。育休とか役員の比率とか。そういうのも時間がかかる問題だし、女性としても、女性がもっと活躍できる場を切り開かないとと思うね。いろいろ難しいんだろうけど。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。大学の時にね、カフェでアルバイトしたことがあるんだ。ランチとディナーはフランス料理。夜はね、カクテルバーになるお店だった。へえ、なんか大人っぽい場所だね。行ってみたいな。制服がね、パフスリーブの黒いワンピースに白いエプロンですごく可愛かったよ。なんとなくわかるけど、いまいち伝わらなくない？それ。オーナーと料理人2人、あとアルバイトが私含めて3人のこじんまりとしたカフェだったよ。オーナーはね、料理は作れなくてカクテル作るバーテンダー。料理人の2人はいい人だったよ。オーナーはなんかせこくてどこか信用できない感じだったよ。何それ？うさんくさいってこと？イケメンのくせに、なんかせこくてケチくさいんだよね。だって100円のおかきとか、ポッキーとかを買ってきてお皿にちょこっとだけ乗せて、おつまみ800円とかで出すんだよ。それって普通なのかな？はっきり言ってそれは普通です。あれ？そうなの？普通なの？
じゃああのオーナーはセコビッチさんじゃなかったってこと？バーとかだとそういうものだよ。だってお酒だって原価知るとぼったくりでしかないでしょ。そうなんだ。それで、私がおつまみを用意するといつも多すぎるって注意されてた。ああ、それはせこいね。でもあれもお酒以上に利益率高いから厳しいんだよ。きっと。フランス料理はプロっぽい料理人がちゃんと作ってた。デザートのケーキも丁寧に手作りしてたよ。だからおつまみもちゃんと作ればいいのにな。セコビッチって思ってた。多分カクテルバーが一番の稼ぎ頭だったんだよ。そこでバイトして初めて知ったんだけど、ケーキは余ったらそのまま冷凍して、翌日も出すんだね。ケーキって当日作ったものだと思ってたからそれは衝撃だった。でも冷凍ケーキでも美味しくて、味は変わらなかったよ。あ、生菓子系は基本冷凍だよ。和菓子屋さんもね。それも普通なんだ。和菓子も冷凍するんだ。知らなかった。それでね、クリスマスの日にね、このカフェで事件が起こって大変なことになったんだよ。全員がパニックになった話。でもこれは長くなるから次回にするね。クリスマスあるあるね。それは楽しみだね。ってまた季節外れだね。